コロナウイルスの国別percentage of coronavirus。これは最近また第2波として押し寄せてきているコロナウイルスの波。これ数字を見てものすごく多くの人たちが感染しているということはわかるんですけれども、なんとなくよくわからないっていうのは国によって人口も違うしテストの数も全然違うということで、ジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティ・メディシンの7月27日のデータを使ってパーセンテージを出してみました。まずは誰もが知っている世界一感染者が多いユナイテッド・ステイツ。ポピュレーション、人口は3億3000万人。そして感染者数は423万人。これは全国国民の 1.28% を占めます。そして死者数は14万7000人なんですけれども、これは 0.04%。そして感染者の中で死に至る率というのは 3.47% です。これを基準に他の国を見てみたいと思う。まずはイタリア。中国の次に最初にものすごい被害が出た国で、人口は6036万人。感染者数は24万6000人。これは人口の 0.4% とアメリカと比べてものすごく少ない。ちなみに青い数字がアメリカのもの。ただし死者数は3万5000人。これは 0.058% とそのアメリカを少し上回っている。そして感染者が死に至るということの率はなんと 14.27% とものすごく高い。死者をたくさん出したイタリアの苦しさが伺えます。そして我が国日本はというと、人口は1億2650万人。そして感染者数は3万1000人。これは人口の 0.025% にあたり、そのアメリカのものと比べてものすごく低い。そして死者数も約1000人と、これはパーセンテージに出すと 0.0008% でものすごく低く、そのアメリカと比べては比較にならない。そして感染者が死に至ったケースというのは、これは 3.21% としてそのアメリカと一緒で、もし日本人がコロナウイルスにかかったならば、アメリカ人がかかった場合と同じ進展の仕方をして死に至るケースがあるということでしょうか。そして感染者ずば抜けて世界第2位のブラジルは人口は2億1100万人。感染者数は241万人で全国の 1.1%。これはアメリカとほぼ同等。そして死者数は8万7000人と、これも全くアメリカと同じ 0.04%。そして感染者が死に至る率も 3.59% と、ブラジルとアメリカはものすごく似ている。日本と同じく感染者がものすごく少なく、世界の中でこのコロナウイルスをものすごく抑えられている国として、有名なオーストラリアは人口は2436万人。感染者数は1万4935人で、その人口に対する比率は 0.06% と、そのアメリカと比べて断然に低く、そして死者数もたった161人しか数えておらず、これも日本と同じく 0.0006% とものすごく低い。そして感染者が死に至るケースも 1.1% とものすごく低い。ヨーロッパの中でものすごく影響を受けているユナイテッドキングダム、イギリスの場合は人口は6665万人。そして感染者数は30万1000人。これは 0.45% とそのアメリカと比べてものすごく低い。ただし死者数というのは4万5800人で 0.068%。そのアメリカよりも 1.5 倍高い。感染者数が死に至るケースはなんと 15.2% とものすごく高い。つまりイギリス人は一旦ウイルスにかかると死に至る可能性がものすごく高いということ。そしてものすごく人口の多いインドは人口は13億5300万人。そして感染者数はなんと143万5600人というものすごい数なんですが、その率というのはたったの 0.11%。 アメリカと比べてものすごく低い。そして死者数も3万2700人とものすごく多いんですけれども、人口に対する比率はたったの 0.002%。 アメリカのそのものと比較してもものすごく低い。
感染者が死に至るケースは 2.3% と若干アメリカよりも低い。これらをまとめると、つまり人口に対する感染者 cases per population というのは No.1 は United States アメリカで 1.28%、 2位がブラジルの 1.1%、 3位がイギリス、4位がイリー、5位がインディア、6位がオーストラリア、日本が一番低い。そして人口に対する死者数というのはですね、Death per population というのは第1位が United Kingdom、 イギリスが 0.068% と死者の率がものすごく高い。第2位はイタリア 0.058%、 同着3位がアメリカとブラジル。そして最後に感染者が死に至る確率というのは Death per cases というのはですね、 United Kingdom が一番高くて 15.2%、 そしてイタリアが 14.27%で、3位がブラジルの 3.59%、 アメリカはなんと第4位で 3.47%、 その日本の 3.21% と非常に近いということで、ただ感染者数死者数の数を聞いてもなんとなしにものすごく多いということしかわからなかったものを、こういうふうにパーセンテージにしてみたらなんとなく新しいレベルでわかるような気がする。それではまた明日。 See you later. Hasta luego.